7月中旬ですけど、今年はセミが鳴きませんね。梅雨に雨降ってないし、秋が心配になりますね。1番目がいいことっていうのはあんまないんですよね。さっきの通りなんです。前回たまたま1番目が良かったんでちょっと期待したんですけど、やっぱ2番目から良くなる。さっき取ったんか。2番目から良くなりますね。腰までサムネかな。2番目超ナイスでした。これだけいたんで満足してたらまだ片網だけでしたね。もう片網残ってた。網落とそうと思ってまだこっちがあった。こっちもそこそこでした。よいしょ。ただもう暑いんでね、こっちなんかは神経締めでいいんですけど、日へ売るもんはもう生きないでしょうね。締めとく方が得策かもしれませんね。うわすごい。さすが潮がいいですね。映ってないでしょうけど、こちらにも大ゴチが落ちてきたりして、よいしょ。いますね。なんと入っとんかな。もう入ってないかもね。あ、でも入っとるな。3番ゴですね。もう1匹見えたはずですね。ちょっとガサってした人おるはずですが、でかい。またほんとでかい。あ、これなんかもう入ってないな。ちゃんと申告して出さんといけませんね、盆に。イカはもうおかずですね。どうせ生きないし皿にもならないんでいいおかずです。これ結構もう起きた次の日は朝もう必ず食べてますね。よかった。これは素晴らしい。日光圧でさすがにもう産卵を終えて数ヶ月経ってるんで、もう肉厚でしかも綺麗で生きてくれることを祈るばかりですね。びっくりした。今日もいい量が続いてますね。なんとちょっとガサってみましょう。これは綺麗。おったおった。3つだけだったと思うんですけど、
あとは甘エビと赤ゲタ探しですね。よいしょ。いやそれにしても続くな。おお、ここを越えて逃げそうなぐらい元気がいい。もうもったいない、やってもうとる。よくあるんですよね、こんないい時に。おーでも持ってくれとる。いやーこれとこれがいてくれるだけで OK。 よかった。前回の時はですね、潮小さかったんでエビたくさんいたんですけど、今日も見えてますけど、前回のもう半分もいないぐらいですね。すっげえ暑くて汗だくなんですけど、エビが少ない分だけちょっと助かってますね。エビ多いとね、もう本当に酔ったらすぐ巻かないといけないぐらいになります。よっ、もう入ってる3番号。でもちょっとオレンジ具合がやっぱり少なくなってきますね、3番号だから。今度は出た。出た。すごかったですね。危ね。突然現れるんですよね。今までおらんかったのに。すごかったですね。なんかけど。今回は突然ゲタが現れた雨でしたね。まあでもこれは一番だけだと思います。さすが下りない。ちょっとダメ網が続いてたんで、これはかなり嬉しいです。よいしょ。たまにいるんですよね、こういうガンみたいなのね。これがナイスでした。マゴチが落ちてきたように見えたんですけど、ヒットいいんで、こちらに振った寄ってみましょう。オコゼがいるんでちょっと注意しないと。でかい。大喜利あるかな。一応600以上となってます。まずはとりあえずこっち探し。これも1キロありますね。エラにね泥が入ってね、やっぱ死んじゃうんですよね。まあいつも洗ってますけど、夏になると
とどっちにしても洗ってももう死にますね、水温で。でも底引きのこっちはどうしても泥をこうインドの中に食べちゃってるんで、取られる時に一回生けて泥を吐かして神経締めするように一応なってます。泥の重量だけチートになりますからね、そうしないと。チヌもめっちゃ太ってきました、一気に。7月中盤になるとさすがにチヌもプリプリです。上りの時間ちょっと悪い時間があったんですけども、本番何も取れんような、まあ当然そこはカットですが、2人返しからまた調子良くなりましたね。ビタミンサイズですね。すごすぎでしょう。今年1でしょうね、これも。お、ナイス、入ってる。うわあ、今年初横すぎ上台。うまいっすよね、これ本当に。もうおかず蹴ってさらりとした油を皮焼いて刺身、めっちゃうまいですよね。やった、なんかちょっと嬉しいですね。いいサイズですね、これも。最高じゃないですか。ああ、入ってる、ナイス。倍嬉しい。やっぱ下りはいいですね。多分こういうのの方が美味しいんでしょうけどね。逃がしても浮いたらでも意味ないな。で浮くだろうな。もう取るか。おかずが増える一方でもめちゃくちゃ嬉しいです。だいたいいつも漕ぎながら寄り島に向けて帰ったのがいいんですよね。いいもんがいてくれました。綺麗なハムも。さらにこっち。おお。もう塩ゆきでしょうね、ただの。ラストいい網来てよかったです。では帰ります。お疲れ様でした。到着。ヒラメさんたちは生きてるのでしょうか。一つは上がってしまいましたが、あ、こいつ怪しいな。あと2つは生きてるから。何それ。横筋笛鯛やんか。毎年炙りで食べよう。あこの存在すら忘れてました。あ、大きくなった。大きいな。大きかろう。うん。なんと3つもいます。わお任せしますので、あ。はい。よろしくお願いします。はい。暑いですね、皆さん。今日もハードワークお疲れ様でした。やりました。すごい。山崎蒸留所貯蔵梅酒。なんとですね、山崎蒸留所のウイスキーのですね樽を使って寝かせた梅酒。
それにですね、グレーンウイスキーとモルトウイスキーをブレンドした贅沢な一品です。やりました。嬉しすぎる。これはですね、漁師の先輩にいただきました。ありがとうございます。広島の漁師の先輩にいただきました。こんないいものほんとすごすぎて、とりあえずこのままとりあえず飲んでみたいと思います。ストレートで。これは南高梅、これぐらいのやつですねから作られた梅酒。これはすごい。ストレートで味聞きしたいと思います。濃そうですね。何パー ?20%。でも20%ならいただきます。うわ、これはすごい。香りもすごいし、コクまである。これはちょっと贅沢すぎる。ただ美味しい飲み方を教えていただきまして、その先輩が言うには焼酎と梅酒をブレンドして炭酸で割れと。焼酎取り替え行こうか思ったんですけど、酒粕のような、酒粕がちょっとハーブの感じになった香りとこれが喧嘩するかもしれないとちょっと思いましたので、小鹿で行ってみたいと思います。めちゃくちゃ贅沢なブレンド。いや、これやばいな。でもちょっと小鹿の匂いカットるな、このままでは。ちょっと多めにして。どっちをフロートいきましょう。ラストで、一応メインこっちなんで、いただきます。やっべえ、これはやばい。これはちょっと本当に先輩の言う通り、これ汗かいた仕事の後これやったらもう飛びます。いや、ちょっとこれはやばすぎるな。行ってみましょうかね。もう喧嘩するかな、ハーブの匂いと。小鹿あんまり美味しすぎたんで、もう取り替えも行ってみます。最後とどめのフロート。いやー、贅沢。取り替えブレンドいってみます。いただきます。バリうめえ。こっちの方がうめえ。めちゃくちゃええコンビ。いや、これ酒粕がちょっとハーブになったようなこの香りと全然喧嘩しない梅の香り。むしろマッチしてる。相乗効果で美味しくなってます。いや、これは飛ぶ。めちゃくちゃうまいです。横筋笛鯛の炙りです。こちらはですね、夏になったら毎年食べてますホウボウの刺身。甘くて美味しいんですよね。ホウボウはね、大きいより小さい方が美味しいですね。完全に大きい方のはもう薄味です。お酒の方は古酒全自動に変わっております。いただきます。炙り。今年の横筋笛鯛はどうでしょうか。いただきます。もう今年は当たりです。去年は確かちょっと例年より美味しくない個体が当たったのか、いまいちだった覚えがあるんですけど、今年はもう大当たりですね。これ炙りなんで香りもいいし、横筋笛鯛の上質な脂がちょっと焦げた感じがもう本当に美味しいですね。めっちゃうめえ。ちなみにちっちゃいやつを煮付けにしてみました。マコもあったんでね、してみました。うまっ。マコが意外にうまいです。初めて食べたんですけど、サワラよりうめえ。完全にサワラより美味しいですね。これ白子いってみます。うまっ。どうやら横筋笛鯛自体が自分の口には合うみたいですね。いただきます。うまっ。煮つけると意外に歯ごたえあるんですね。自分が想像してたよりはちょっと超えてきたかぐらい美味しいですね。ただやっぱ炙りの方がやっぱりやるんなら炙りですかね。食べるんなら。出汁も取ってみました。山椒も効いてとても美味しいですね。で、やっぱり締めは今日は横筋笛鯛メインなんで、締めは丼でお茶漬けならぬだし茶漬けですかね。茶じゃないか、だし漬け。これはでも美味しくないわけがなさそうですね。いただきます。美味しいですが、やっぱり炙りは普通に醤油で食った方が美味しいです。今回もご視聴ありがとうございました。
ちょっと食べてみて。これも全部今日はもうお酒からなんから全部大ごっつぉ。マコが、美味しかった。まあ、なんとはい。意外な美味しさ。うん、煮付けもうまい。あけぼはぜのマコに貼るぐらい美味しいな。ほんまね、マコがうまいな。ワンポッピーですね。